実はスマートフォンやパソコンの電源を切ると、作業中のデータや AI の学習結果は端末のメモリから消えてしまうことをご存知でしょうか。多くの方は保存ボタンを押せばどこかに残ると思いがちですが、実際には半導体メモリの仕組み上、電気が流れていないと端末内の情報は保持されません。もちろんクラウドやサーバーにデータを保存していれば消えませんが、 AI の学習途中の重みや一時的な作業データは端末のメモリ上にしか存在しないことが多いです。この当たり前を根本から変える技術が今まさに注目を集めています。もし電源を切ってもデータが消えない半導体を実現できたら、私たちの生活や産業はどのように変わるのでしょうか。本動画ではスピントロニクスという新しい半導体分野について分かりやすく解説します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。世界中でデータの量は毎年増え続けている中、データの保存や転送にかかる電力を減らす技術の価値も高まっています。これまでシステムの省エネ化は電子回路のスイッチの役割を持つトランジスタと呼ばれる部品を小さくすることで進んできました。この省エネ化の課題を理解するために、まず半導体メモリには揮発性と非揮発性という2つの大きな仕組みがあることを知っておきましょう。多くのパソコンやスマートフォンで使われている ERAM や SRAM といった揮発性のメモリは電気の力を使って情報を記憶します。この方式ではメモリセルに電気を貯めて0や1を記憶しますが、電源を切ると情報が消えてしまいます。そのため使っていない時も少しずつ電力を使い続ける必要があるのです。このような特性上、待機中の電力をゼロにするのは難しく、 CPU や ERAM などは常に通電が必要です。特に AI 推論や連続学習など計算負荷の高い処理では、演算そのものよりもメモリの読み書きが大きな負担となり、全体の消費電力の多くをメモリが占めているのが現状です。そこで注目されているのは、電荷ではなくスピンという電子の性質を利用した新しい半導体技術です。この技術では磁性体の向きを利用して情報を記憶するため、電源がなくても情報が安定して保持されます。非揮発性という電源を切ってもデータが消えない性質を実現でき、理論的には待機電力をほぼゼロに抑えることも可能です。この仕組みを活用すると、回路を必要な時だけ細かく休止や再開を繰り返す設計がしやすくなり、実際に使う電力を大きく減らせます。このようにスピンを使った技術をスピントロニクスと呼び、その代表的な応用は MRAM という新しいメモリです。技術の実用化に向けてメモリセルの信頼性を評価する方法もこれまでよりずっと短い時間で測定できる技術が開発されました。その結果、境界用の製造装置や計測システムも実際に商品化が進んでいます。こうした技術の進歩を背景に MRAM は組み込み機器への導入が始まり、 E フラッシュの次世代メモリとして現実的な選択肢になりつつあります。また MRAM を演算回路のすぐ近くに配置する設計やスピン起動トルクという新しい仕組みを使った次世代素子の開発も進んでおり、論理回路側の消費電力を減らす道も見えてきました。スピンを書き換える時に必要な電力と時間をどこまで減らせるか、温度が変わっても安定して動作するか、排水との相性はどうか、この3つのバランスが今後の技術発展の鍵となります。こうした技術の進歩を支える背景には政策面での後押しもあります。ポスト 5G 時代を見据え、最先端の半導体技術に関する研究開発が国内外で活発に進められてきました。特に MRAM の微細化や3次元実装といった課題は今後の半導体産業の競争力を左右する重要なテーマです。
大学や企業だけでなく、製造装置メーカーや計測機器メーカーも連携し、研究成果を迅速に実際の装置や製品へ反映できる体制が整いつつあります。さらに応用面でも様々なニーズが高まっています。例えば AI の学習済みデータを確実に保存したい、電源が一瞬途切れてもすぐに復帰したい、高温環境でもデータを守りたい、こうした要望に応えるため、電源を切ってもデータが消えない揮発性を生かしたシステム設計が改めて注目されています。近年は電力コストの上昇や電源供給の制約もあり、省エネと信頼性を両立できる半導体技術への期待が一段と高まっています。この省エネのメリットがどの分野で最も早く現れるのかが今後の注目ポイントですね。皆さんはどの分野でスキントロニクスが活躍すると思いますか？ここからはスキントロニクス技術の具体的な仕組みについて詳しく見ていきましょう。スキントロニクス技術とは、電子が持つスピンという性質を使って情報を記憶したり処理したりする新しい半導体技術です。スピンは電子が小さな磁石のような性質を持っていることを意味し、この向きをうまく利用することで従来の電気だけを使った半導体よりも省エネで高性能なデバイスを作ることができます。この技術の特徴は、電源を切っても情報が消えにくい揮発性だけでなく、磁気センサーや新しい演算回路など様々な応用ができる点です。例えばスキントロニクスを使った磁気センサーは自動車や医療機器、工場の機械など身近なところで活躍しています。またスピンの流れをコントロールすることで、今までにない新しいタイプの半導体素子も生まれています。材料の面でもスキントロニクスは新しい発見が続いています。例えば強い磁石の性質を持つ金属や特殊な構造を持つ新素材が使われることで、より高性能なデバイスが実現できるようになりました。これにより AI や IoT、エッジコンピューティングといった分野でもスキントロニクスの技術が注目されています。ではこの技術がどれくらい優れた性能を持っているのか、具体的な数字で確認しましょう。日本国内の研究では 200MHz で動作する不揮発性マイコンや検索処理で消費電力を100分の1に抑えたスキントロニクス論理回路が実証されています。また書き換え回数は1兆回、データの保存期間は10年といった高い耐久性や信頼性も示されています。実際の製品でも22ナノメートル世代の組み込み用 MRAM ではランダムリードが数ナノ秒、書き込み速度は単一マクロで 5.8 から 10.4 メガバイト毎秒級という優れた実績が報告されています。さらに次の世代のスピン起動トルク型 MRAM では 0.35 ナノ秒という非常に短いパルスで書き込みができ、書き込みエネルギーも100セムトジュール台と極めて小さい値が実証されています。従来のフラッシュメモリは書き込み速度が数十ナノ秒、SRAM は待機電力が大きな課題でしたが、スキントロニクス技術はこれらと比べて圧倒的な性能向上が期待できる段階に来ています。このように優れた性能を持つスキントロニクス技術ですが、実際に使うためにはいくつかの課題もあります。例えば熱や周囲の磁場によるノイズに強くすることが大切です。そのためデータを長く保つ力と簡単に書き換えられることのバランスを細かく調整しなければなりません。また配線の抵抗やセルの大きさにも制限があるため、セルの形や配置を工夫して最適化する必要があります。さらにシステム全体の視点からも設計を見直すことが重要です。例えばキャッシュや一時的な記憶領域を機器発生セルに置き換えるだけでなく、計算処理と記憶領域を物理的に近づけることでメモリへのアクセス回数そのものを減らす工夫が効果を発揮します。特に同じ場所で繰り返し処理を行うアプリケーションやマイコンが頻繁にスリープと起動を繰り返すような場面ではバッテリーの持ちが良くなるという利点が期待できます。では
この技術はどのような場面で活用されるのでしょうか。スピントロニクスは例えば声で家電を操作する機能や機械の異常を見張るセンサー、車のデータ記録、宇宙機の安全装置などに使われています。この技術を使うと電源を入れた直後からすぐに動き出せるので待ち時間はほとんどありません。また腕時計型の機器や小型センサーでは電池が長持ちするようになります。大きなデータセンターでも電気代や発熱を減らすのに役立つでしょう。日本の関連企業。ここからは日本の関連企業について詳しく見ていきましょう。ルネサスエレクトロニクス、証券コード6723。ルネサスエレクトロニクスは自動車や産業機器向けのマイコンを主力とする日本の半導体メーカーです。同社は次世代の組み込みメモリとして eMRAM という引発性メモリを積極的に導入しています。そのため eMRAM を活用したマイコンの開発、量産で国内外から注目されています。eMRAM は従来のフラッシュメモリと比べて書き換え回数が多く動作温度の幅も広いという特徴があります。この特徴から車載用の電子制御ユニットや工場の自動化機器など信頼性が求められる分野での採用が進んでいます。同社は eMRAM を搭載したマイコンを自社製品だけでなく他社の半導体製造工場とも連携して展開しています。これにより国内外の多様な顧客が eMRAM 技術を利用できる環境が整いつつあります。今後は eMRAM の容量拡大やさらなる低消費電力化、AI 処理との組み合わせなど新しい用途への広がりが期待されています。一方で製造コストや安定供給、他のメモリ技術との競争といった課題も残されています。アルバック、証券コード6728。アルバックはeMRAM の中核部品である MTJ の多層膜を作るための製膜装置を開発、製造している装置メーカーです。300mm ウエハに対応した装置や複数の工程をまとめて行えるプロセス統合力が強みです。このような装置を扱えることから同社は量産ラインの立ち上げや増産対応の場面で重要な役割を担っています。装置の性能としてはウエハ面内での膜圧の均一性や粒子の管理、再現性と生産速度のバランスが重要で、これらがぶどまりや PMR 比に大きく影響します。同社の装置が採用されると半導体工場の投資サイクルに合わせて受注が発生し、設置後も保守や改造などの案件が続きます。受注残高の推移や先端ノードへの対応状況、量産顧客の地域分散、膜圧均一性やばらつきの改善トレンドなどは今後のポイントです。一方で半導体投資の景気変動や他社装置メーカーとの競争、材料仕様変更に伴うプロセス最適化の負担などがリスクとなります。エネオスホールディングス、証券コード5020。エネオスホールディングスのグループ会社である JX アドバンストメタルズはeMRAMや次世デバイスに使われるスパッタリングターゲット材という材料を作って供給しています。このターゲット材にはコバルト鉄ボロンやルテニウムといった高純度の金属が使われています。これらの材料はメモリやデバイスの中で結晶の綺麗さや表面の滑らかさに大きく関わり、 PMR 比やデータの保存性能を高めるためにとても重要です。半導体の部品が小さくなり層が増えていくと材料のムラがないことやどのロットでも同じ品質を保つことが今までよりも大切になります。また工場でたくさん生産するほどターゲット材の消費も増えるので工場の拡張とともに売り上げも伸びやすい仕組みです。一方で金属価格の変動や品質要求の高度化、装置や製造プロセスの変更により材料の再設計や作り直しが必要となる場合があります。
これらはぶどまりや安定供給に影響を及ぼすリスク要因として注意が必要です。いかがでしたか？これまで電荷の流れを利用してきたエレクトロニクスの世界にスピンという新たな自由度が加わることで省電力化の可能性が大きく広がっています。スピントロニクス技術は揮気発性という特徴を生かし、システム全体を必要な時だけ動かす設計と転換できる点が注目されています。半導体業界では数年ごとに大きな変化や成長の波が周期的にやってくる傾向があります。スピントロニクス技術は今まさに日本初のイノベーションとして注目を集めている分野と言えるでしょう。市場の成長や各企業の新たな挑戦、最新の研究成果など日々新しい動きが生まれています。今後もスピントロニクス技術の発展を一緒に追っていきましょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。